ハイタイ、長峰かなです。プチ沖縄トラベラーへメンソーレ。私はスタジオから沖縄大好きな外国人2人、バンソンとクリスタルの行方を見守りながら、うちなーんちの目線でコメントさせていただきます。早速見ていきましょう。お二人、ウニゲーサビラ。はいさあ、バンソンさん、今日はね。ちょっと僕こっち。あれ、バンソンさんが2人？いえ、2人じゃないわ。これどう見ても豚でしょ。いや、だって最近食べ過ぎたんじゃないかなと思って。そんなことないです。そんなことないですけど、今日は読谷村に来ています。そしてこのキャラクターは読谷村のキャラクターの読谷っていうんですけれども、豚にも見えて、色と形見れば紅芋にも見えない。そうなんです。読谷といえばやっぱり紅芋、なので今日はね、私の得意分野農業について見て回りたいと思います。いいですね。農業についてクリスタルがいると非常に心強いんですけれども、やはりね、読谷は紅芋もそうですけれども、最近他のいろんな取り組みにも励んでいるので、今日もしかしたらいろんな発見があるかもしれませんよ。早速行きましょう。せーの、レッツゴーやー。さあ、今日は読谷村のマスコットキャラクター読谷とスリーショットからスタートしました。テーマ読谷村なんですね。私、読谷村よく行くんですよ。やちむん集めが趣味で、やちむんの里が読谷にあるので、よくドライブに行ったり、いろんなお店回ってやちむん買ってるんですけど、今日は農業ということで、確かに読谷には紅芋畑たくさんあるなと思いました。また新しい発見あるかもしれません。それではお二人、よろしくお願いします。広い。おー、すごーい。なんか野菜、果物のスーパーって感じですね。いちごも置いてる。いちご。さあ、これまでね、番組で紅芋の話はたくさん口頭で出たんですけれども、まだ見せてないよね。そう、これですね。紅芋でございます。紅芋でございます。昔から沖縄県民の主食と言われていて、植物繊維やミネラル、ビタミン、ポリフェノール、アントシニンなどたくさん含まれているよ。おお、すごいね。体にいいですね。そう、こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。読谷村といえば、はい、紅芋っていうことは一番真っ先に連想するんですけれども、はい、こちらの紅芋は昔からあるんですか？そうですね。約400年前にですね、中国の福建省から、栽培方法が、伝承されて、読谷村では平成16年に、沖縄県の紅芋の産地として認定されています。特にチュラ恋紅といったお芋の方はですね、とても色が濃くて紫色。読谷村では素晴らしい紅芋タルトを作ってもらった。紅芋タルトはすごく有名ですね。それの原材料としてもなってますね。なるほど。今も結構大量に作られてるんですか？そうですね。近年はですね、全国でも発症されてるんですけど、基腐病といった病気がちょっと流行ってまして、それで今読谷村も頑張ってですね、違う品種、それに強い品種を探しながら模索している状態が今の近況になりますね。紅芋自体の生産量がすごく減っているということなんですね。でもいろいろ工夫もされているかと思うんですけど、またそれ以外にも新たな特産品も生まれたということで、さあどんなものがあるんでしょうか。見ていきましょう。そうですね。読谷産のメロンがございます。メロン、沖縄でですか？はい、沖縄で。なんかスイカっていうイメージがあるんですけれども、最近いちごも作られてるっていうこともね、宜野座とかの方で知ってるんですけど、メロンもですか？メロンも作ってます。じゃあぜひメロンの紹介もお願いします。はい、お願いします。美味しそう。まん丸ぷくぷくっ
っていう感じなんですけれども、実はうちのね、フランスの地元でもメロン結構作るんですよ。あ、そうなの。うちのおじさんもメロン栽培してる、農家さんなんだけれども、こっちがベルダっていう品種で、はい、青肉、中が青い緑の、はい、はい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 、こちらがベロッサっていう品種で、中が赤い赤身ですね、はい、赤メロンになってます。これは結構いつ頃から読谷で栽培され始めたんですか？そうですね、30年前はメロンがとても盛んな地域だったんですけど、意外と、はい、でいろいろちょっと衰退してしまって、で国吉メロン農園さんっていう若手の農家さんがですね、復活させようということで、去年から取り組んでいます。お、すごい、じゃあもう本当に最近ですね。最近です。これも島尻マージで。はい。すごい、なんか。ごめん、島尻マージって何ですか？沖縄では3つの土の種類がありまして、島尻マージ、国神マージ、ジャーガルっていうのがあって、それ農業の農業の出身なんですけど、農学部で勉強しました。農業の基本ですね。はい。じゃあ土の種類ってことですね。はい。おお、勉強になりました。クリスタルから初めて何かを習いました。はい。すみません、すみません。いや、でも見て、しかもこの立派な箱。お土産とかお歳暮とかいいですね。国吉メロンではですね、今まさにメロンの収穫時期っていうことなので、よかったらいいですね。この近くじゃ読谷村にもあるっていうことなので、それぜひぜひ見に行きましょう。見に行きたいです。いや、意外な出会いだったので、もっととことんメロンに迫りたいと思います。はい。若川店長、今日素敵なお話ありがとうございます。国吉メロン農園行ってきます。メロンといえば県外産だったり寒い地域で作られるっていうイメージがあったのでびっくりしました。でも30年前から作られているっていうことで、このメロン生産地の復活目指しているということなんですよね。さあ、どんなところで作っているんでしょうか。さあね、風を感じて、もう田んぼ畑のエリアに来ましたね。これ私の環境。そうですね、クリスタルの本当に専門ですね。で、さっき見た素敵なメロンがこの辺で作られてるらしいですし、しかも今収穫時期っていう話だったので、なかなかね、沖縄でそれが見れると思ってなかったので、ね、私も見に行きたいね。ここビニールハウスあるね。ここだと思う。こんにちは。よろしくお願いします。ユンタ市場でお聞きしたんですけれども、もしかしたらメロンを作られている方ですか？はい、読谷村でメロンを作っております国吉と申します。よろしくお願いします。実はですね、私たち兄弟でメロンを作っていて、でまず私が弟の弟で、長男の国吉慎一郎兄が一緒にメロンを作っております。こんにちは。こんにちは。ユンタ市場で、実際この最近、昨年でスタートされたと聞いたんですけれども、何がきっかけで、ここでメロンを作ろうと思ったんですか？私のおじいちゃんがもともとメロンを作って、メロンスイカであったり他の作物を作っていて、メロンが特に美味しかったなっていうずっと幼少期から感じていたので、それがおじさんに伝わって、おじさんもそろそろ引退を考えているっていうところで、これがもうなくなってしまうのは寂しいなっていう思いから、これを続けていきたいなという思いで続けていきました。これまでは何を他の農業関係をされてたんですか？私については前職は自衛隊。自衛隊さんからメロン。なんか全然違う。全然違いますね。転職、いやでも本当に人生はもういつでもなんかね、自分のやりたいことができるっていう、もう本当にその象徴ですね。しかももうね、さっき見た本当に立派でも綺麗なまん丸したぷくぷくな、もう本当に高級メロンっていう箱も超かっこよかったので、実はですね、先月花と食のフェスティバル2024っていうものがこの前までの方で行われておりまして、メロンの方出展いたしました。出展、まだまだかもしれませんが、銅賞を取ることができました。賞を取られたんですね。すごいです。おめでとうございます。そして噂によると、今がちょうど収穫時期っていうふうに聞きましたけれども、我々も少し教わりながら、このメロンの収穫体験もさせたりしてもらってもいいですかね。お願いいたします。はい、こちらになります。はい、お邪魔します。はい、どうぞ。
やっぱりメロンといえばビニールハウスですよね。はいそうです。これはうちの地元でもそうです。すっごいめっちゃもうバーたくさんありますね。並んでるけど、すごいもう早速一個この立派な見えますかね。すごい。立派なメロンが工夫とか沖縄でメロンを育てられるような工夫とかって何かありますかね。そうですね。まず土作りが一番大事なんですけど、はい土作りを入念にやって、その後苗を植えた後に水なんですけど、水をあげすぎずあげなさすぎず、どこで止めるかどこまで我慢させるかっていうところで糖度がどんどん乗ってきます。ぜひコツだったりとか見本とか少し見せてもらいながら、はい、お願いしていいですか。はい、わかりました。どうやって取るか全くわかりません。はい。まずこのメロンはい。なんですが、メロンが一番綺麗に見えるのはやっぱこのアンテナと呼ばれるのをいかに綺麗に切るかっていうところなので、アンテナ。はい。でこのメロンの大きさからちょっと出るぐらいのところで切ります。はい、切ります。で端っこにあるこの葉っぱも落とします。それで、一番近くにあるこの葉っぱも切り落として綺麗なメロンにしてあげます。じゃあこのいつも見てるような綺麗なアンテナが、メロンの半径より数センチ伸ばして、でこう綺麗です。じゃあこの半径から少しはみ出てこれぐらいかな。これぐらいでいいかな。大丈夫です。下で押さえた方がいいですか。持ちながら。クリスタルはほらもうね専門だからね。いや、あんまり心配ない。いやメロンははい、この辺で大丈夫です。この辺で、はい、根元の前で OK。どうですか。綺麗です。このちょっと短くないですか。あれ、大丈夫ですよ。いやちょうどです。自分で言い張りました。じゃあ持ってこう切ってアイドルっぽくアイドルっぽくって何？君ねこの辺だな。よいしょ。綺麗に取れたじゃないですか。後ろだからよいしょ。こっち側か。いいですね。結構たくさん取れましたね。じゃーん。よいしょ。これね意外と重いな。クリスタルの取った3個と僕も3、4個取ってもともと取ってた3個があるからこれいきました。ユンタ市場のところからずっと見てるこのメロン、お味が気になりますね。もちろんです。じゃあ試食してみますか。ぜひ食べたいです。しかも赤肉ですよねこれ。超好きです。ずっと考えてますねメロンのこと。最初からもう見た時からはもう食べたくてしょうがなかったのでお願いします。じゃあ切ってきますね。じゃあはいお願いします。お願いします。いやバンソンさんのおねだりが大成功ですね。いや本当に一つ一つ丁寧に愛情を込めて作られてるんですね。収穫体験もね初めて見たんですけどやってみたいなって思いました。さあどんな味なんでしょうか。見てこのメロン来ました。もう農園でね、取りたての食べましょうか。食べましょう。どうぞ食べてください。食べます。なんか甘そう。OK です。僕に大きい方を残してくれてありがとう。メクシー。いただきます。はい、いただきます。なんかこれはめっちゃ美味しい。こうやってね足がこう揺れる時ってめちゃくちゃ口が喜んでる時です。おとつい糖度検査をしたんですけど、その時で15度以上はすべてのほとんどのメロンがクリアしてたので、これもおそらく15度以上あるはずです。いや正直にアメリカで食べたメロンはちょっと
この水分がそんなに入ってなくて、であんまり甘くないんですよ。でそれなぜかって言ったら大量生産アメリカがね中心だから、やっぱ日本の果物に負けるんですよ。味がね。じゃあクリスタルが食べた初めての超美味しいメロンじゃないですいか。や本当に人生で一番美味しいメロンです。今まで食べたの中で。有機栽培にこだわっています。他にはもう化学肥料を一切使っておりません。いいですね。じゃあもう環境にも優しくて、体にもちょっと余計なものを入れないという感じが。そしてこの味を通販とかでも、はい、通信やネット販売もしております。でその他であれば、ふるさと納税。読谷村の、はい、読谷村のふるさと納税ですね。読谷村ではもともと紅芋一本であったところがあるんですが、他の作物にチャレンジしたり、こういうメロンみたいにね。で若い、農家さんも増えてきております。で、例えば水耕栽培とかそういうのもあります。いろんな技術ね、観光農園だったりとかもあったんですけど、水耕栽培というのはもしかして行ったことありますよね。過去に我々久しぶりに玉城ファームさんが最近水耕栽培の事情がどうなってるか見に行きましょうかね。見に行きましょう。ぜひ行きましょう。国吉さん、本日ありがとうございます。素敵な体験とめっちゃ美味しいメロン。皆さんもぜひ食べてみてください。食べてほしいですね。これは食べてほしいです。本当に。はい。にゃんにゃん。スタジオにないの。バンソンさん、クリスタル。いや、読谷村の太陽をたっぷり浴びた国吉メロン、もう食べたい。美味しそうでしたね。いやー、すぐ読谷村に行かなきゃって思いました。でもふるさと納税の返礼品としても出てるということで、県外の方もね、すぐ召し上がることもできますよね。また贈答用のこのメロンが入っている箱もすごく立派で、この高級感があったので、友人に送るのも本当にいいなと思いました。さあ、もう畑からねだいぶ離れて、読谷さんの街中みたいなところまで来たんですけどね、大通りの横なんですけれども、先ほど水耕栽培っていう言葉が出てきたんですよね。言ってましたね。水耕栽培、ハイドロポニクス、英語ですね。もう有名な、フランスでも少しずつ有名になりかけてるんですけれども、そのね水耕栽培をここに見に来たんですよね。玉城ファームさんにやってまいりました。お邪魔いたします。よろしくお願いします。お願いします。これは室内で育ててるっていうことは太陽光じゃなくて、そうですね、 LED ライトを使ってて、水の中に水タンクに、肥料を入れて、それを循環させて育ててます。なるほど、それが水耕栽培ということですね。土使ってないっていう、そうですね。土使わない。はい、それなんかクリスタルさんすごい詳しいみたいで、僕本当に水耕栽培あんまり分かっていない人なので、もうすべてが何もかもまず太陽光使わない、水のみ、土使わない、全部室内。でもこれでこんな立派なレタスが、そうですね、大体1ヶ月ぐらいでできるので、まず、虫がつかない無農薬で育てられるということと、こう沖縄だとこう夏場から秋にかけて台風があるじゃないですか。台風の影響で受けないので、一年中安定して野菜を作れる。台無しになることもあるからね、台風のせいで。こちらがレタスの栽培棚になります。すごい、本当にいっぱいありますね。Let us take a look. 玉城さん、お久しぶりです。久しぶりです。いや、もう相変わらずね、この SF 映画の宇宙船の中みたいな、玉城さん自身はあれ以来は何か活動とかいろいろお変わりはありますか？去年の1月から、那覇市の福祉施設さんのところで、うちのシステムを使ってもらって、そこで導入してもらって、最近は飲食店の方にレタスを納品する量が増えたりもしてます。食用にそこで出されてる料理とかにね。またその他には今はレタスの種植え体験とかもしてまして。種植え体験、ワークショップとかですか？ワークショップをしているので、それを今日はお二人にやってもらおうかなと思ってます。種まきできるかな？できるでしょう。じゃあレタストライイ。ここの玉城ファームに行ったらクリスタルのジョークというかダジャレが出ますよね。はい、ではやっていきましょう。はい、お願いします。ここに
ちはレタスの種ですね。レタスの種です。なんか、はいすごく水分含んでるみたいな感じというか、水につけた感じなんですか？これは昨晩水につけてて、でちょっと1日つけてたら発芽が良くなるので、でそこからじゃあこのスポンジに次は植えていく作業になりますね。ちなみにじゃあこの感覚としてはこのスポンジは畑とかで言えば土代わり土です。はい、プランターみたいな土代わりプランターみたいな感じになるんですね。まずはこのスポンジなんですが、これは切れ込みがお入ってます。あ、十字にあらかじめ、はいはいはい。あ、なんか四角がここに種を入れていくんですけど、割り箸を1本ずつ持ってはいで種をつけるんですね、割り箸の先端に。で少しここにほうほうほう開いて上に置く感じになります。じゃあやりましょう。はい、やはい、りましょう。じゃあここでやりましょう。Let us try。結局自分でも言いました。はい、取れた。取れました。双子ちゃん。でスポンジにあ、そっか、2つ。そう指じゃなくて片方の、お箸でちょっと広げてあげて、開いてで締めて。深すぎた？僕。あ、深すぎちゃうと芽が出なくなるので中で腐れて死んじゃうので、表面でそうクリスタルさんがバッチリ完璧です。完璧だって。待ってますよ。これではどうですか？まあ OK です。ままあ OK。まあ OK でした。まあ OK。80点ぐらい。ちょっとまた深すぎた？少し深いけど。いいよ。直す。これでしょ？ OK さ、OK です。あ、もういいよ。この子がね、きっと一番立派なレタスになるよ。できましたー。やっと。どれぐらい経ちました？ 2時間ぐらいですね。いや、言い過ぎだろう。どうですか、出来は？完璧ですね。お、すごいなんか気持ち乗ってなかったけど、今僕の見て完璧ですねっていう感じでしたけど、大丈夫かな？はい、大丈夫ですよ。これぜひお願いできたら、放送までにその成長っぷりを送ってもらえますかね？あ、もちろんです。ぜひ。はい。いや以前ですね、玉城ファームでレタスいただきまして食べたんですけど、もうシャキシャキでみずみずしくてとっても美味しかったんですよね。それ以来も水耕栽培のレタスにちょっとハマってしまったんですけど、でもそれにしても種まきのバンソンさん、ちょっと不器用すぎてびっくりしませんでしたか？クリスタル寝てましたけどでもなんか水耕栽培ってやっぱりスコップじゃなくて割り箸でやるっていうのもね、なんか面白いなって思いました。バンソンさんのレタスすくすく立派に育つといいな。玉城さん、今後この水耕栽培はどういう感じで成長していくって思いますか？この沖縄だとやっぱり台風が多かったりとか、天候に左右されて夏場がやっぱ暑くてレタスが少ないので、その野菜がないシーズンの時にどんどんこの室内栽培、水耕栽培の野菜がどんどん供給できるようにしていきたいと思っているので、今ここ拡大中でどんどん生産量を増やしているところで、また違うところで今は中部なんですけど、南部だったり那覇あたりでまた別の場所でそういう室内栽培できる場所を探してちょっと拡大していきたいなと思ってます。レタスだけではなく、もちろん他にいろんな野菜、ハーブ系もそうですし、ミニトマトだったりとかいろいろ聞いたりとかしますからね。できるので、本当にいろんな野菜に対応してるから、これからね、なかなかもう将来性がすごいと思いますし、それまたこうやってね、玉城さんがこの読谷でこういう感じでもう農業に盛んな読谷でこういう感じもされてるのはすごく素敵だと思いますので、ぜひぜひ今後のも頑張ってください。はい、ありがとうございます。今日もありがとうございました。ありがとうございました。楽しみです。
はい、これがバンソンさんとクリスタルさんが植えたレタスです。もうこんなに大きくなってます。お二人の植えたレタスももうすくすく立派に育って、いや水耕栽培って本当に成長が早いんですね。あ、すごい。さあクリスタルさん、今回読谷村でね農業だったりとかいろいろ見てきたんですけれども、まず紅芋からスタートして、その芋はですね昔々このねもう広い海の彼方からやってきたんですけれども、紅芋は沖縄県民を昔救ったと言われてます。で、食べ物がなかった時期に紅芋がもう海から来て、でそれをもうたくさん作って、でそれで元気になったっていうか、長寿につながってるんじゃないかっていう話もありますね。あまりご飯がない時期でも主食としてはね、食べられてたって言われてますね。芋があったからこそご飯をちゃんと、お腹に貯める感じにできたんですね。そうね。で玉城さんはもう言ってましたね。こういう水耕栽培でレタスを作ってるから、この多分レタスが外で栽培してるレタスが収穫できない時に、天候とかでね、そういうレタス、自分のレタスを提供できるっていう話があったので、もう食事が安定する。面白い見解だな。継続としてが時代を超えてでもね、みんなちゃんとご飯食べれることがもう大事なので、そのね読谷がそのために頑張ってるってすごい面白い話ですね。いや今日もねたくさん勉強になりました。この素敵なのどかな景色の中でお別れしたいと思います。それでは皆さん、See you, see you. はい、今日は読谷村の農業を通していろんな特産品だったり見てきましたけど、鮮度や味にこだわって国吉メロン作っていたり、そして新しい技術を使って水耕栽培に取り組んでいる玉城さん見てると、本当に農業にかける、そして読谷村を思う熱い情熱、パッションがすごいなって思いました。なんかこれからも応援していきたいですよね。なので特産品といえば国吉メロン、そして玉城ファームのレタスってなるように、これが全国に広がるといいなって思いました。私も陰ながら応援しています。もう読谷村の美味しいものたくさん食べていきますね。お二人、今日は楽しいリポート、そして勉強になるリポートありがとうございました。今日もお二人に沖縄の魅力をたくさん知っていただきました。うちなんちの私でも様々な発見がありましたよ。皆さんぜひチャンネル登録をよろしくうにげーさびら。うんじくみそうりよ。